ふと見たら太郎が人差し指一本でそれを支えていた。2トンだぜ。すごい力なんですよ。そういう力を持ってるんだけど、ベンチプレスはしないな。こんにちは、人類学者の山際十一です。野生のゴリラの研究を通して人類の祖先の暮らしを研究してきました。今日はゴリラについて質問にお答えしようと思っています。 This is ゴリラサポート。最初の質問は、ゴリラって本当にバナナが好きなんですか？実はね、このバナナの実は食べないんです。バナナの木だね、あれを折って中に入っている髄をザクザクと割って食べる。水分があってとても美味しいんだけどね、実は食べないんですよ。はい、次の質問。ゴリラは草食なのになんで筋肉ムキムキなんですか？そう思うだろう。筋肉ってさ、タンパク質を食べないと無理もいかないよね。肉は確かにタンパク質。でも忘れてることがある。葉っぱもタンパク質なんですよ。葉っぱをたくさん食べればタンパク質が供給されて、筋肉がつく。だってね、大体大きな動物ってみんな草食系だぜ。ゾウ、カバ、サイ、みんな草食じゃないですか。体が大きい。筋肉をつけるっていうのは別に肉食じゃなくていいんだよね。ゴリラはどこに一番多く住んでいますか？それはアフリカしかいないんだよ。しかもね、赤道直下の熱帯雨林と呼ばれる高温多湿のジャングルにしかいません。これがゴリラに特有な生息地です。それ以外いないんだよ。ゴリラはどうして胸を叩くの？世間が誤解してるのは、胸を叩くのは相手を攻撃しようとしてるんだって。違うんです。好奇心や興奮なんだよね。だから自分の気持ちを正直に表すと、ついつい胸をパパパパって叩いてみたくなるってことなんだな。みんなもさ、膝を打ったりお腹叩いたりすることあるじゃないですか。音を出すってことは自己主張につながるんだよね。ゴリラのボスがシルバーバックなのはなぜ？白髪と一緒なんだよな。白髪は人間だとさ、年を取るとなるんだけど、ゴリラの場合には背中が白くなって、だんだん年を減るごとに白い部分が増えていくわけだよな。でもメスはそうならない。オスだけなんです。これはね、暗い森林の中で目立つから、ほら敵に狙われやすいわけじゃないですか。それでも健康で全然怪我もしないってことは強いわけだろ。目立つ特徴を身につけながら健康でいられるっていうのは、もう強いリーダーの条件なんだよね。シルバーバックは先頭に立って歩いていって、その白い背中をメスや子供たちに見せる。そうするとメスや子供たちは安心してその白い背中を目印にしながらついていくわけだよな。それでみんな憧れてリーダーだとみんな信じるわけだよね。ゴリラだったらベンチプレス何キロ持てそう？ベンチプレスね、こういう力はね、ゴリラに必要ないんだよ。だって物を持ち上げないじゃない。でもね、ゴリラは木にぶら下がったり、それから物を裂いたりするわけだよね。さっき言ったようにバナナを裂く。だってこんな太い竹をさ、親指でブンと潰してね、バラバラにすることだってゴリラできるんだよ。でね、昔僕がね、愛知県の犬山市にある日本モンキーセンターに勤めていた頃、太郎っていうね、大きなオスがいた、ゴリラでね。太郎が夕方になると寝室に入って、で放飼場との間のドアが油圧式で降りるの。これ2トンの重さがあるのよ。でね、ある時そのドアが閉まんなくなったの。ふと見たら太郎が人差し指1本でそれを支えていた。2トンだぜ。すごい力なんですよ。そういう力を持ってるんだけど、ベンチプレスはしないな。骨格が人間的だと思います。ゴリラと人間の全身の骨で特別に違う場所について知りたいです。それはね、腕の長さなんだよ。ゴリラは足よりも腕が長いの。すごい長いぜ。でね、指の骨も違うな。親指が短くて他の4本の指が長いんです。でね、手を伸ばすとね、この4本の指が2
フック状に、曲がるんだよね。でこのフックを木の枝に引っ掛けて腕渡りをして木の上を、動くんですね。ゴリラと人の進化が分かれた決定的な要因は何ですか。それはね、人の祖先だけがゴリラがいまだに暮らし続けているジャングル、熱帯雨林を離れたところにあるんだよね。人だけが立って二足で歩くという変な歩行様式を始めたわけさ。その直立二足歩行を利用してジャングルから木のないサバンナへと出ていったんですね。ゴリラもチンパンジーも人間に近い霊長類はいまだに熱帯雨林から離れられない。それは地上性の肉食動物から襲われたら木に登んなくちゃいけない。木の上までライオンもね、チーターも登ってこれないでしょ。だから木登りという能力を減退させることはできなかったわけだ。でも人の祖先は足を長くして手を短くして二足で立って歩き、自由になった手で食物を運んで安全な隠れ場所に待っている人たちに食物を供給して、おそらく生き延びたんだと思うね。その時点でゴリラと人の進化の道は分かれたんだよね。ゴリラの恋愛はどんなものですか。人間のそれと似ていますか。人間と比べてみたらゴリラはあっさりしてるかもしれないね。だって人間はさ、一生添い遂げたいなんて思ってるじゃないですか。ゴリラってね、人間にちょっと似た社会構造をしてるんですよ。家族的な集団を作る。一夫多妻でオスが一頭でメスが複数って場合が多いんだけどね、メスだけが集団間を渡り歩いていくんですよ。自分の集団以外のオスに恋をするわけだよね。メスは一旦オスを決めるとそこで子供を産む。でも子供を産んでお乳を3年から4年ぐらい赤ちゃんにやるんだけど、赤ちゃんが離乳した後は子供を育てるのはオスの役目です。ゴリラのオスは来るもの拒まず去るもの追わずなんだよね。でもメスはね、自分が気に入ったオスを選んで渡り歩いていく。でも一頭のオスにずっと一生寄り添うってことは多分ないな。あっさりしたもんです。ゴリラが築いた最大のコミュニティの大きさはどれくらいでしょうか。また人類を除く霊長類が人間のダンバー数約150を超えるコミュニティを維持することは可能でしょうか。ダンバー数って知ってる？これはね、脳に匹敵する集団の規模サイズを表していて、人類がね、脳が大きくなり始めた200万年前からゴリラの脳の3倍ぐらいになるまでにどのくらいの集団の規模を経験したかっていうことを計算してみると、現代人の脳の大きさ 1400cc から 1600cc の脳に匹敵するのは150人だっていう話になった。これは信頼する仲間の数なんですよ。よく仲間のことを熟知している。顔と名前が一致して顔と性格をよく分かっている。そういう集団ですよね。ゴリラでね、これまで一番大きな群れのサイズって67頭。これはね、そんなに長く続かなかった。普通はね、だいたい10頭から20頭の間ですよ。みんなが仲間のことをよく熟知している集団として見れば、人間以外の霊長類はそれを超えないと思いますね。これは認知能力が必要になってくるわけだ。人間がおそらく最大なんじゃないですかね。ゴリラの社会について教えてください。例えば人間と同じところや違うところは何でしょうか。ゴリラは人間の家族にちょっと似た集団を作って暮らしてるわけだ。お父さんがいてお母さんがいて、そしてお父さんも子供とすごく親密に付き合う。子供を保護する。子供が喧嘩するとお父さんが介入してきて仲裁するってことをやる。チンパンジーはオスが子供を守ることはあるけど育てることはない。メスがずっと育てるからね。特に類人猿にはいない。オランウータンは単独生活だし、だから子供は完全にメスしか育てないし、でも人間の家族は実は家族単体ではいられないんですよ。家族同士がね、知り合ってより大きなコミュニティ、共同体を作る。
そういう共同体と家族という二重の構造を持っているのが人間の社会。でもゴリラは家族単体なんです。家族同士が混じり合うことはない。一旦家族的な集団を離れちゃうともう元のそれは戻れないですよ。一度に一つの集団にしか所属できません。自分の利益を高めるために集団に属しているわけだから、自分の利益が落ちていったら集団を離れる。それが動物の社会です。人間はね、そのお父さんもお母さんも子供たちも家族から離れてまた別の集団を作って、子供は学校に行き、お父さんお母さんは会社に行きとか、ね、あるじゃないですか。いろんな集団を遍歴してまた自分の元の集団に戻れるっていう、そういうすごく優柔不断な自由な特徴を持ってるんですね。共同体というのは何かしてあげたらお返しが来るんですよ。人間はそれができるんです。なぜかというと、相手の立場に立ってものを考えることができるし、自分も相手と同じような境遇に立つかもしれないと思うからね、将来そういうことになった時に誰かがまた助けてくれるだろう。だから今回は自分が犠牲を払っても一生懸命相手のために尽くしてあげたいと思えるわけですよ。それが人間の社会を発展させたんです。そこがゴリラの社会と違うところ。はい、どうもありがとうございました。ゴリラって人間に近い、だけど人間とは違う進化の道を歩んだ私たちの隣人なんです。彼らがいることによって我々は人間というものを理解することができる。それをぜひこれからも頭の中に入れておいてください。どうもありがとうございました。